皆さん洗車してますか？僕洗車してる時に毎回思うんですけど、洗車はまあ楽しいけど終わった後の吹き上げ、あれ正直思んないというか、もっと一瞬で終わらしたいなと思ってる方めっちゃ多いと思います。特に冬とか手冷たくなるので早く吹き上げたいですよね。最近ではブロワーを使って水滴飛ばして時短洗車するようになった方が増えてきましたが、洗車界隈で人気のこのサイズのブロワー、まあ確かに風強いけど一瞬で水飛ぶまではないですよね。そこで最近 SNS とかショート動画でバズっててよく見る例の最強ブロワーをポチって実際に試してみました。はい、めっちゃ強いですよね。ってことで今回はこれまで買ってきたこちらのブロワーと比較してどれくらいこの最強ブロワーが強いのか検証してみたいと思います。動画の後半でこちらのブロワーの買い方を簡単に説明しますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけたらと思います。ってことで今回の最強ブロワーですが、アリエクスプレスから買いまして実際に届いたのがこちら。ブロワー本体と充電器の2つ。ブロワー本体は Amazon で人気のコスパ最強ブロワーの肝よりも小さく、重さは 900g とコンパクトで持ち運びしやすい感じです。ちなみに肝は 1.3kg でノズルをつける必要があるので、2つを並べてみると結構サイズ大きめですね。最強ブロワーのバッテリーはこちらの本体の持ち手の中に内蔵式で、ブロワーの真下に電源スイッチ、本体の上の方に風量調整スイッチ、これだけなのでめっちゃシンプルです。充電はコンセントに差し込んで、反対側を本体の下にある穴にケーブル差し込むだけ。本体を見た感じ、おそらくなんですけど 3D プリンターで側を作って、中のファンはドローンのものを使ってる気がしますね。電源ボタンを押すとこの音が鳴ります。はい、ドローン持ってる方ならってなったと思いますが、これドローンの電源入れた時の音とめっちゃ似てるので、ドローン技術と 3D プリンターの技術を使って作られたものだと思います。アリババのある中国はドローン技術がめっちゃ進んでて、今世界で売られているドローンの7割が中国製で、僕が普段から撮影に使っているこのカメラやドローンも中国の DJI のものになるので、ドローン技術は完全に中国が先に行ってますね。なので先ほどのドローンを起動した時の音と中国が世界 70% のシェア率を持っていることを考えると、おそらくドローン用のファンを使ってるので、ここまで強力な風が出せてるのだと思います。で、こちらのダイヤルを回すと風量の調整ができるんですが、正直最強にすると空飛べるぐらい強い風が出るので、これ4つ組み合わせたら空飛べるんちゃいますかね。知らんけど。ってことで今言ったことを踏まえて、実際に車のボンネットについた水滴を飛ばしてみようと思います。はい、もう一瞬ですよね。ここまで強いブロワー見たことないですよね。TikTok とかショート動画でよく見るブロワー使って水飛ばしてる動画、あれ絶対加工とか編集してると思ってたんですが、実際自分で使ってみたらショート動画そのままの風の強さでしたね。前に買ったコンパクトブロワーは正直それ期待して買ったんですが、届いたものを使ってみると正直そこまで風は強くなかったんですが、この最強ブロワーは両手で持たないとブロワーが飛ぶぐらい強いので、ポチって大正解でしたね。次にグリルの水を飛ばしてみたいと思います。はい、もう一瞬ですね。小さいブロワーだと結構近づいて風を当てないと水が飛びませんが、この最強ブロワーだと離れていても全く関係なく秒で水が飛びます。この映像は全く加工とかしていないので、ほんとよく見るショート動画そのままです。次に全体的に水飛ばしてみます。はい、タオルいらないですね。ブロワーだけで水飛ばせます。ここで前使ってた肝で水飛ばしてみます。どうでしょうか。アリエクブロワーと比べると近づけてやらないと水が飛んでいかないのが見えたかと思います。肝の方が重さも長さもあるんですけど、小さいアリエクブロワーが圧倒的に強いです。今の映像でどれだけ風強いか分かったと思うので、次にこのブロワーの風力がどれくらいなのか実際に測ってみたいと思います。今回実験のために Amazon でベストセラーになってた風力計ポチったので、それを使って計測してみます。それではコンパクトブロワーから測ってみたいと思います。はい、一つだけ数値がバグってますね。結構強めに握ってないと片手だと飛びそうになるので、ほんと気をつけてください。なので使うときは両手持ちがいいと思います。中のファンで手を切らないようにファンの周りに網があって、わざと指を入れない限り手を切る心配ないと思いますが、ドローンレベルでファンが高速回転するので気をつけてください。ただこれだけ風力が強い分正直だいぶうるさいです。体感でダイソンの掃除機ぐらいの音します。
iPhone のアプリで音量測ったら最大で112デシベルぐらい。肝とそこまで差はなかったんですが、そのアプリの説明によると、120デシベルは芝刈り機ぐらいうるさいみたいなので、まあまあ音大きいですね。夜に芝を刈り取る人いないと思いますが、夜に使ったら間違いなく隣の人からキレられる音量ですね。数値で見るとほぼ肝と一緒なんですが、ターボみたいな音というか、高音がするので、体感最強ブロワーの方がうるさいですね。昼間であれば全然余裕だと思いますが、住宅街だとちょっと気使うかもしれないですね。まあ洗車場で使う分には全然大丈夫ですね。高圧洗浄機の音と一緒ぐらいです。まあこれだけ強力で一瞬で水が飛ぶので、サクッと短時間で水飛ばしてやれば近所迷惑にはならないかと思います。またこちらのダイヤルで風量の調整ができるので、マックスにすれば正直うるさいですけど、それも調整できるので、周りの環境に合わせた風量でボディ全体の水飛ばしてください。ブロワーがあることで、これまでの洗車時間と比べても半分以下の時間で吹き上げ終わります。これまでのブロワーならタオルとブロワー両方必要でしたが、極端な話、この最強ブロワーがあればタオルいらないので、洗車傷を気にする人にとっては最高にいいツールかもですね。ボディ以外だと特にめんどくさいグリル、ここをタオルでちまちま拭いていると一生時間がかかるところ、最強ブロワーだとこんな感じ。5秒ぐらいで水滴飛びます。他にはホイールの穴に入り込んだ水、これもタオルでやると時間かかりすぎるので、ブロワーで飛ばすのが安定ですね。またミラー周辺の隙間、こういったタオルでは絶対に回収できない水もきれいに飛びます。このミラー周辺の隙間に水がなぜかめっちゃ入り込んでて、これあるあるだと思うんですけど、洗車して水滴ゼロレベルまで完璧にタオルで拭き上げたと思って、翌日ボディを見たら謎の水染みができてたことありますよね。それをブロワーを使うことで隙間に入り込んだ水を全部飛ばして謎の水染みをなくせるので、自分で洗車する方は何かしらのブロワーを使うのおすすめですね。ホイールやミラー周辺以外には、ドアを開けた時に残ってる水やトランク開けたところにある残った水を飛ばすのに使えます。プロの洗車屋さん行ってもタオルで拭き上げた後に絶対にエアーで残った水を飛ばしてるので、洗車後の謎の水染みをなくすためにもブロワー使うことをおすすめします。今回の最強ブロワー以外にも、これまでに色々とブロワー使ってみて実際に思ったことですが、ブロワーが長いとボディに当たって傷になることもあって取り回しがしにくいので、こういったコンパクトブロワーを使うか、今回の最強ブロワーみたいにある程度コンパクトなのに近づかなくても全く関係なく水飛ばしてくれるぐらい風が強いものを使うと、ブロワーが当たってボディに傷が入るリスクをなくせますし、圧倒的時短になります。最近ではブロワーの先端にドライヤーの先につけるパーツみたいなオプションパーツ売ってますけど、この最強ブロワーであればそんなん関係なく水が秒で飛ぶので、ぜひ実際に使ってみて、今僕が言ってることが嘘じゃないことを体感してもらえたらと思います。せっかくなので、これまでいろいろ買ってきたブロワーも簡単に紹介すると、 Amazon で買えるコスパ最強ブロワーはこの一瞬マキタに見える肝のブロワー。これ昔はバッテリー1個だったのが今では2個付きも販売になって、コスパはさらに良くなりましたね。ただ使っているとバッテリーが減ってきて、今では連続5分も使えなくなったので僕はもう使ってないです。次にコンパクトブロワー、これは手のひらサイズで充電もタイプ C でできるので、いつも車に入れておけて、他の大きいブロワーに比べると小さいのでその分風量はないけど音はだいぶ静かなので、ボディについた水滴はタオルで回収しておいて、タオルで吸い取れなかった細かいところ、特にグリルとかミラーの隙間の水飛ばし用で大活躍します。手に収まるぐらい小さいので取り回しがしやすく、車内の掃除にも最適で、僕の場合最近では洗車よりもパソコンのキーボードとかカメラの掃除で大活躍してますね。コンパクトなのは正直使いやすいですね。このコンパクトブロワーのレビュー動画も前に投稿してますので、今右上の方に出てきたボタンを押すか、概要欄にリンクを貼っておくので、この動画を見終わった後にでもぜひ見てもらえたらなと思います。最後にですね、皆さんが気になるバッテリー持ちについてですが、車2台ぐらい余裕で持ちますね。これまでのブロワーみたいに長いこと風を当てる必要もなく、一瞬で水が飛ぶのでそんなにバッテリー消費しないです。使う前に充電してあげれば1時間もすれば充電できてるので、洗車の前日に線つないで充電してあげればいいかなと思います。バッテリーも内蔵式で、マキタみたいにバッテリーと充電器を別で買う必要もないです。マキタのブロワーになるとバッテリー、充電器、ブロワー本体、これ全部揃えると33,000円ぐらいとまあまあな金額になるので、全部セットはありがたいかなと思いますね。電池持ち以外に皆さんが気になるのはやはり耐久性だと思いますが、届いて2週間ぐらいなので全くもって調子良くて何とも言えないので、またそこは半年後ぐらいにでも動画で耐久性に関してご報告します。こちらの最強ブロワーですが、概要欄に貼ってあるリンクから飛んでもらえるとこういう画面になるので、あとは Amazon で買い物するのと同じ感じでやってもらえたら簡単に買えます。
ただ中国から送られてくるので到着まで多少時間かかることあると思いますが、目安が書いてるのでそれ参考にしてください。これまでの話をまとめると、中国のアリエクスプレスで買える最強ブロワー、風力を最大にすれば離れていても一瞬で水滴飛ばせるすごいです。ただその分正直音はうるさいので、住宅街だと気使うけど他のブロワーと比べてもこの大きさでここまで風強いのは他にはないと思うので、洗車時間をさらに短縮できる最強ブロワーですね。今回紹介した最強ブロワーは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から詳細を読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でツーリング行きたいので、メンバーシップの詳細も合わせて概要欄に貼っておくので、ぜひ読んでもらえたらと思います。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。